ータラズです。今日はね、いよいよ軽バス友の会シリーズキャンピング仕様にボリューム3だね。前回までは下準備でした。今回はね、いよいよのキャンピング部分だね。そちらの制作に入っていきます。で、制作に関してね、いろんな制約あるんだよね。なのでその制作どういう風にしてどういう風な制約があるのかっていうのをね、ちょっと見てみましょう。でどうしても軽なので重くなるのが嫌だっていうことでね、なるべく軽く作りたいっていうのがね、まず第一なんです。で第2に親父の車なんでね、親父釣りが好きなんで釣りに特化した仕様っていうのもね含まれました。その次にね、キャンピングカーに必要なもの、絶対必要なものっていうのがねあってね、やっぱコンロ、水回りでしょ、そして冷蔵庫で電子レンジ、この4つはねもう組み込んでくれということですね。で4つ目がね、それをね取り外すことができるっていうことはね言われました。なのでもうねガチッと固めることができないです。だからそれをどうやって固めるか、どうやって固定するか、そしてなおかつ取り出しやすいように、取り外しやすいように、でまたね車検だとかそういった時にまた外してで終わったらまたそれを組んでっていう、そういう取り外ししやすい、そういうのも考えながらねやってくれということなので、それにね準じてねちょっと制作を進めていこうかなと思います。まずは冷蔵庫、先日直したやつだね。接触が悪いって言ってねちょっと直したやつです。これポータブルなんでね持ち運びできるので。その次にね、電子レンジ、車載電子レンジと水道だね。この辺は本当に車で使える車用ってやつですね。車載もできるってやつで、あとはね水タンク、排水と、あとはねきれいなお水、これが必要っていうかね、必要なもの、キャンピングに必要なもの4つ目のやつだね。それの条件に当てはまります。でね、水道はねポータブルシャワーを使います。外にもね引き出せるようにっていうのをね考えました。これも何十年も前のやつだな。電子レンジはウェーブボックス、これはね 12V でも使えるってやつ。サイズがね小さいんですけど、小さいし高いねこれね。で軽キャンピングなんでね小さめのを選んだんで、だったらこれになりました。値段は高いですけどね。でね、ギャレーの位置、水回りとかね、あと電子レンジもね上に置きたかったんです。収納できる電子レンジなんですけど、いちいち出すのもめんどくさいなってことで、収納せずに使えるところに置きたいっていうのがね考えです。なのでね、あそこに電子レンジ、その下にコンロ、水道だね。で一番下隠れるように水タンクを置きたいなって思ってね、右側の後方部、車両右側の後方部にねギャレーを作っていこうと思います。で車ってね、本当のキャンピングカーはなんていうのかな、四角で金手っていう垂直が出てるんですけど、軽バスとか特にワーゴンとかそういった車ってね本当に金手っていうのが出てないんで、本当にねいろんなものを作る際にこの R だとか突起物だとかそういうかわしがめんどくさいんですよ。なので普通のキャンピングカーを製作した方がはっきり言って楽ですこうやって軽キャンピングだとか軽バスにキャンピングを作るとか、あとはねハイエースだとかああいうようなのに作るのがねすごくめんどくさいんですよ。要は車がまっすぐじゃないんですよね。なのでその車に合わせてこうやって型紙をね作っていきます。俺はその方法でね作りました。鉛筆を加工したり、鉛筆の加工、さっきも出てきましたけど、これね垂直になるように、あとそれに合わせて段ボールに線を引けるようにね、そういう風な加工を鉛筆でしました。それで線を引いてます。どうせねこの型紙やったってね木材加工でね何回も加工し直します。
やっぱり木材を切ると厚さがあるのでね、その分加工が何回も入りますから。まあ、大体ざっくりですね。ざっくりでいいです。そう。で、今回使う材料は霧の修正剤です。かなり軽量です。一番最初に出てきた製薬の一番最初はね、軽くっていうところ。この霧の修正剤があったから、この軽キャンピングが進めたっていう風に言っても過言じゃないぐらい、この材料が大事でした。この霧の修正剤、本当に軽くてね、扱いやすいし、切れやすいですね。本当にいいですわ。まあ、強度的にはね、多分ないんでしょうけど、まあね、軽さを求めるには多分これがいいと思います。そう、まっすぐではないのでね、ジグソーを多用します。まあ、丸の子はね、垂直だって、まっすぐ切るのに適してるんですけどね、ジグソーはカーブを切れますからね、ジグソーかなり使えます。で、ほら、いろんなものをこうやってね、加工してまた切ってまた合わせて、で、まあ自由定規っていうのもね、本当に対応して、で、フロアの凸凹に合わせて切っていくんです。こうやって何回も何回も切って合わせてっていう風な加工がね、必要になります。これがまあ、面倒でね。本当に。で、やっとこういう風にね、合うんですけど、ほら、R はね、ぴったり合うんですけどね。今度ね、まあ、天板、この次に作るんですけど、次に出てきます。天板作るに際してですね、やっぱりこの水平が出てなかったりとか、そういうのもあるんですよ。そうそう、この車両の突起、わかります？ああいう突起もね、全部かわしてね、行くんです。切っていくんです。そう。天板もね、突起に合わせて切るんですけど、こういうね、細かいのがね、結構多いんですよね。だからこう、普通のキャンピングカーのように、四角でドーンってある方がね、本当に楽です。こういうね、軽バスだとかね、あとはハイエースとか、ああいう風なのに組むとね、これ結構ね、大変かな。まあ一回ね、キット組んじゃえば、多分ね、増産はできるんでしょうけど、まあそんなことより、接合していきましょう。そう、接合部分にはね、木工用ボンドを使います。木工ボンドね、本当にかなり強力につきますから、木材同士だったらね、かなり強力です。そう、先日直したジャンクで買ったエアネイラー。このためにね、このエアネイラーを買ったんですけどね。これ本当に大活躍でした。短い方は使わなかったな。長い方がね、どんどん使います、これは。ではね、垂直合わせます。垂直合わせて打っていきましょう。そう、木工用ボンド溢れてきます。そしたらね、濡れ雑巾で拭き取ってあげてください。この時をなんていうのかな、完全に拭き取る感じじゃなくて、少しこううっすら残してあげるんです。そうするとまたその分強度が出ますから、木工ボンドによってね、強度がちょっと出るのでね、綺麗に拭き取るっていうよりは、慣らしてあげるようなイメージかな。そんな感じにやってます。そう、これだけじゃね、心もとないので、補強を入れていきます。これは裏側だね。裏側のちょうど車両にくっつくところにね、見えないように補強をね、入れていきます。で、まあ前面に出てくる部分、ここにもね、補強を入れるんですけど、ここもね、本当にそのフロアに合わせて切ってあります。ここもね、まっすぐじゃないんでね、そういうとこやっぱり少し面倒です。そう、あとはね、取り外しできるってことはね、一番最後の取り外しできるっていうことをね、また考えていきます。で、まあこのグレード、カーゴグレードなんでね、この内装品、パネルだとかがついてないタイプです。なのでね、こうやってサービスホールがいっぱいあるんです。そのサービスホールをね、利用して、
でちょっと取り外しを考えていきます。でちょっとここはね深めのサービスホールなのでタカナットっていうのを使います。タカナットっていうのはナット、普通のナットなんですけど 30mm ぐらいあるんですかね。そのナットでね高さを稼いでちょっとナット出してでボルトを止めれるように、ほらこうやってねバッチリボルトがねこう止めれるようになりました。でね、止めるときは超ボルトで固定していきます。超ボルトを使うと、取り外しも工具なくてねできるので、取り外しも楽になるなと思ってね超ボルトを対応していきます。これから先結構この超ボルトいっぱい出てきます。そう、固定できることによってやっぱり強度がねがっちり、本当にがっちりになりました。やっぱりこの取り外しできるっていうのもね一番大事ですけど、強度もね大事ですから。でギャラへの上部、上の方ですね、そっちも製作に入っていきましょう。先ほどと同じ要領でね型紙からねまた型紙を切って型紙切ってでまた木材切ってでまた合わせて何回も合わせてってねっていう感じです。この合わせて切るのがね結構大変です。でも木材の厚みがあるのでこの斜めにカットしたりだとかね、そういう風なカットの仕方もあるので結構めんどくさいな。一回このギャレーを作っちゃうとね、でギャレーをベースにしようと思ってたんです。それができちゃえば楽なんですけどね。そうそう、固定するサービスホールはここにもありました。これは多分なんだろうな、なんかオプションでつけれるものだろうね。そこにね、そうここもね超ボルトでほらつけれるようにしました。でこのね板をこれをベースにします。でこれに固定できるようにすると、この超ボルトを外すだけで上のギャレーの上部分がね外せると思ったんでね、このベースにねサイドの板を打ち込んでいきます。そうでサイドの板なんですけど、下のギャレーとのね接合部分にボルトをね通したかったんです。なのでねこの板にボルトをつけます。なのでこのギャレーはね2分割式になるんです。最後ね2分割式にしようと思って、そうすると1人でも取り外しできますし、ちょうどいいなと思って、軽さっていう部分でもねいいなと思って、でね下の天板に穴を開けてこのギャレーとねってことで1日目終了です。バッチリ切れてましたわ。1日バッテリー切れた時点でねもういい時間だったんでもうやめようと思ったんでね、1日目はあれで終了っていうことにしました。で本当に作業が立て込んでて動画の編集が追いつかないっていう状況です。いろんなプロジェクトがあるからたまりにたまって進まないうちに次のねこうやって軽キャンピングだとかも入ってきてるのでね、一回この軽キャンピング仕上げちゃいます。でその次に溜まってたスカイラインだとかね G 強だとかそういうのもねその後に進めようかなと思って、何分父ちゃんの軽バスなので早く乗りたいってことで先にだからねこっちを仕上げてでね次のプロジェクトやっていこうと思ってるんですけどね。今回軽キャンピングいろんな制約をいただいてその中でやっていってるんですけどね、やっぱりこの車に合わせて作るっていうのがねものすごく難しいです。でやる人はねいろいろ加工しながらやった方がいいです。で出来栄えもねやっぱりクオリティも求められますし、クオリティ高くないとね乗ってる人も気分も悪いでしょうしね。なのでクオリティという部分でもねいいものを作っていこうと思ってるんでね、また次回も楽しみにしといてください。本日もご視聴ありがとうございました。こっちに